こんにちは。包丁職人のパーカーくんです。今回はサンドピックの 10C28MO2 を使って切り付け柳尺を作ります。とても錆びにくくて研ぎやすい鋼材です。ざっくり不要な部分は切り取ったので、60番のベルトで外周を整えていきます。この鋼材はサクサク削れて作業がやりやすいです。外周が終わりました。これから焼き入れに出します。焼き入れから帰ってきました。HRC は60でした。60番のベルトで裏面を作っていきます。和包丁は裏面が一番大事なので、ここでバッチリ作っておきます。裏付けが綺麗に作れていないと、砥石で裏を使用した時にラインがガタガタになっちゃいます。60番のベルトでヒラと切れ刃を作っていきます。ヒラと切れ刃を交互に削って計算で出した数値にします。60番で形を作ったらものすごい曲がりました。タガネを入れてまっすぐに修正しました。60番が終わって包丁の形になりました。次は120番で60番の目を消します。歪みがなければ加工しやすいです。240番で120番の目を消します。いなくなっている時は包丁を冷やしています。高度が下がらないようにこまめに冷やしています。400番で240番の目を消します。ここから磨きの作業になります。この子とんでもなくひん曲がってきます。ひねくれてますね。
動画では映していませんが、歪みを何度も取りながら作業しています。鋼材は同じ種類のものであっても、1枚の大板から切り出して取った部分によって歪みの具合が変わったりするので、この鋼材が全部大きく曲がるとは限りません。600番で400番の目を消します。この後は800番、1000番と続くので、この辺でジャンプ。1000番が終わりました。峰と顎を磨いていきます。包丁の背側の部分が峰です。峰は長時間指を乗せた時に痛くないように慎重に角を丸めながら、形が崩れないように磨いていきます。顎も指をかけた時に痛くないように、細く切ったベルトで角を取りながら形を崩さず磨いていきます。ここから手で磨いていきます。耐水ペーパーの1000番と2000番を専用の当て木に巻いて磨いていきます。ピンク色の液体は研磨補助剤です。この鋼材は磨きやすいですね。1000番はいらなかったかもしれないです。バフで鏡面にしていきます。数種類の研磨剤を使って鏡面にしています。当てない部分は余計な傷が入らないようにマスキングテープで保護しています。表面にすると鋼材の目の方向が見えます。包丁はだいたい目は縦のことが多いです。表面にすると目で見て分かったりします。中顎が短いので抜け防止の引っかかりを作ります。接着剤が引っかかって抜けなくなります。絵を作っていきます。今回はスタンダードに黒炭絵を作ります。主体となる部分に青黒炭を使ってみます。結構昔に伐採禁止になった木材なので希少な木材です。ただこの青黒炭はそれほどグレードは高くないですね。材料をカットしていきます。フライス板で材料の平面をざっくり出します。
プライス板でメカゴの穴を開けます。材料が揃ったので接着しています。固まったので四角に成形します。青黒炭は普段使っている黒炭と違っていい匂いがします。四角になったので八角に形を整えます。八角になりました。240番で60番の傷を消します。消し終わったら木材の収縮防止剤を塗ります。塗り終わったので乾燥中です。400番で磨いていきます。あとは同じ作業になるのでバフ終わりまでジャンプ。バフが終わりました。刃付けをしていきます。2000番の砥石から研いでいきます。虹色に見えるのは防水塗料です。砥石は面直し済みです。砥石のかかりが良くて研ぎやすいです。5000番の砥石でさらに刃を細かくしていきます。
8000番の砥石で裏押ししていきます。まずは面直しをしていきます。メロンパンみたいな模様を描いて、すべて消えたら平らになった証拠です。裏押しができたら表も研いで終了です。刃付けが終わりました。完成しました。刃全体を鏡面に仕上げました。表面の帽子を今回は狭くしてみました。裏押しもラインが狭く一定です。峰と顎も鏡面仕上げです。絵は青黒炭を使って黒炭絵を作りました。この青黒炭は茶色いですが、時間が経つと黒くなってきます。あとやっぱり青黒炭はひびがすごいですね。触った感じのツヤツヤ感は最高です。試し切りしていきます。片刃は形状的に厚みがある食材は曲がって切れてしまいますね。こんにゃくってこんだけでかいと意外と切りにくいですね。無性に食べたくなったので今日は味噌田楽にします。最後まで見てくれてありがとうございました。よければチャンネル登録と高評価お願いします。